ちびねこチョコニャン。なのよ。チョコの鼻炎治療の歩み。生後3ヶ月の時、お庭で拾ったチョコは、ひどい猫風邪で、いろんな治療をしてきました。今回は、これまでチョコがやってきた、鼻炎の治療を振り返ってみます。はじめにやった治療、目薬。拾った頃は、鼻が固まった鼻水で塞がれていて、涙も多くて目が開かなくなったこともあったチョコ。抗生物質の目薬を目と鼻に投与する治療をしました。1週間続けたのですが、鼻水も涙も治りませんでした。体に優しそうだと思った治療、ネブライザー。避妊手術が終わってから再び始めた鼻炎治療はネブライザー。お薬を蒸気にして鼻の奥に浸透させる方法です。半年くらい続けました。あまり効果はありませんでした。Amazon で購入しました。透明の衣装ケースに穴を開けてチューブを入れました。次こそは感知させると始めた抗生物質ネブライザーを諦めてチョコが1歳になった頃やった鼻炎治療は抗生物質の注射でした。実は拾ったばかりの時も注射をしたことはあったのですが、再チャレンジしたのです。鼻水止まった。しかし1週間過ぎる頃からまた鼻水が出てきました。抗生物質の注射も完治に至らなかったチョコの鼻炎。寝てる時は口呼吸でした。鼻水を吸い出す最初のアイテム、鼻吸い機。これが鼻吸い機。鼻詰まりを治す画期的方法でした。チョコの鼻水が出るたびにこの赤ちゃん用の器具で鼻水を吸い出していました。さほど吸えませんでした。この方法はチョコの鼻が一瞬でも綺麗になるので、チョコが8歳になるまで続きました。鼻水吸引が大進歩。吸引機。チョコが8歳の時、電気の鼻水吸引機を買いました。たくさん鼻水が吸えるようになりました。しかし、吸った時はしばらく綺麗な鼻でしたが、数時間で鼻水が出てきました。それでも楽に鼻水が吸えるので助かりました。これも Amazon プライムで買いました。チョコが11歳の時、この吸引機がさらにパワーアップしました。吸引機のパワーアップ。ガラスのオリーブ缶。吸引機のパワーが大きくなるすごいアイテムを発見しました。吸引機の先端につけるガラスの器具です。これまではシリコン製だったのがガラスに変わりました。ガラス管の吸引力はとても強力で、奥から吸い出せるようになりました。奥の方に溜まっていた塊もすっきり取れて、チョコの鼻は通って鼻呼吸ができるようになりました。文句言ってます。すっかりなすがまま。新しい挑戦。マクロライド。チョコ、現在12歳。ブログの読者の方からマクロライドという鼻炎の治療を教えてもらいました。マクロライドは弱い抗生物質を3ヶ月続ける方法です。8月半ばから始めて、最初は鼻水が減りましたが、10月になって急に寒くなってから鼻水が少し戻ってしまいました。漢方薬が増えました。寒くなると硬くなる鼻の粘膜を柔らかくするお薬です。鼻の粘膜が硬くなると
鼻水が外に出にくく、中の方で固まってしまうらしい。甲状腺の薬もあるので大変。薬が増えてるにゃ。飲みたくないね。漢方薬、鼻炎の薬、甲状腺の薬。薬の時間だよ。寝たふりするにゃ。少しでも良くなりますように。